もし車で走っている時に後ろから犬が追いかけてきたら、皆さんならどうしますか？私たちが犬や猫と出会うのは突然のことが多いかと思います。そんな偶然出会った犬や猫を家族として迎えることは少なくありません。そこで今回は、山に捨てられた犬が偶然通りかかった車を必死に追いかけてきた話と、旅先で出会った犬の話をお伝えします。スペインの山間部を車で走っていたカップルは、後ろから必死に追いかけてくる小さな犬の存在に気づきました。カップルは犬を保護し、飼い主を探してみましたが、名乗り出る人はいませんでした。犬はどうやら山に捨てられてしまったようです。これも何かの縁と、カップルは犬を家族として迎え入れました。現在犬はカップルとその飼い猫2匹とヨーロッパ中を旅しながら幸せな日々を送っているのです。2021年4月のことです。スペインのアンダルシア州モクリンの山間部を車で走っていたマルティナ・ルッソさんとパートナーのフィルさんは、自分たちの乗る車の後を必死に追いかけてくる小型犬の姿に気づきました。シーズーとヨークシャテリアのミックス犬と見られるその犬が全速力で走ってくる姿を見て、最初は単なる遊びで追いかけているのかと思ったそうです。しかし犬は途中で止まったり引き返したりはしませんでした。どこまでも車の後をついてきたため、異変を感じたカップルは車を止めました。すると犬はすぐに車の中へと飛び込んできました。2人は犬に水を与え、再び犬を車から降ろしてみました。犬が来た道を引き返すか様子を見てみようと思ったのです。その後、車を走らせた2人は驚きました。犬は再び車の後ろを追いかけてきたからです。定期的に車で旅をして回っていたマルティナさんとフィルさんは、これまで旅の途中で野良犬と遭遇することはありませんでした。しかしスペインの山間部で必死に車を追いかけてきた犬の姿を見て、2人はあることを悟りました。この犬は何らかの事情で飼い主と離れたのだと。そこで2人は近くの村へ犬を乗せて走り、ペットが行方不明になった家がないか訪ねて回りました。ところが心当たりのある人はいませんでした。どうやら犬は山の中に捨てられてしまったのかもしれません。2人は SNS を通じて地域のコミュニティアカウントに犬のことを問い合わせる投稿をして、飼い主が名乗り出るのを待ってみましたが、何週間経っても犬の飼い主は見つかりませんでした。最終的に2人は犬を自分たちで飼うことに決め、獣医院へと連れて行きました。犬は1歳ぐらいのメスであることが判明しましたが、避妊手術も受けていなくて、マイクロチップも埋め込まれていなかったそうです。また、長い間トリミングされていなかった様子で、毛は伸び放題。目やにが溜まって汚れた姿をしていました。適切な治療を犬に与えたマルティナさんとフィルさんは、その後、モクシーと名付けて、新たな家族として迎え入れました。必死に助けを求めるように走る車に追いすがったモクシーは、最終的に優しいカップルのいる永遠の家を手に入れることができました。2人が飼う2匹の猫は最初はモクシーを警戒していましたが、徐々に打ち解け、今では仲良しになりました。モクシーはとても可愛く遊び心のあるエネルギッシュな犬です。私たちと一緒にハイキングするのが大好きで、山にも平気で登ります。捨てられたと推測しますが、モクシーは人間にもとてもフレンドリーで、特に子供が大好きなようです。今モクシーは毎日私たちを笑わせてくれる存在になっていますと、飼い主となった2人は話しています。現在モクシーはカップルと猫2匹と一緒にヨーロッパ中を旅しながら幸せな暮らしを送っています。山の中で一人ぼっちだったモクシーは、2人が乗る車を見つけ、必死に助けを求めながら追いかけたのですね。その念願が叶い、幸せと家族を手にすることができて、本当に良かったですね。これからは幸せな毎日を送ってほしいです。
また旅先で一人ぼっちの動物と出会ってしまった時、そして心が通じ合ってしまったら、一緒に暮らしたいと思うこともありますが、国と国との移動を考えると、それは簡単なことではありません。以前アマゾンの真ん中で出会った犬を保護し、イギリスへ引き取った男性がいましたが、様々な苦労を厭わずに我が家へと連れて帰ることができました。そんな話がメキシコでもありました。メキシコのとある道路で車を走らせる2人の女性の前に1匹の犬が姿を現しました。運転している女性はサラさんといって、数週間前にシカゴからメキシコに旅行に来た際、この野良犬のロザリータと出会って一目惚れしました。そして一緒にアメリカに連れ帰るために再びこの地にやってきたのです。無事に再会を果たして大喜びです。見つけられない可能性もあったはずです。ロザリータの方もサラさんを覚えていてくれたみたいです。さあ、車に乗って一緒に帰ろうというところで、実はこの時、ロザリータは一人ではなかったようです。待って、お友達を連れてきたの？とサラさん。しかし、どうやらそのお友達は人間と仲良くするつもりはなかったらしく、ロザリータだけが一緒に行くことになりました。ロザリータは現在、様々な手続きの最中で、メキシコのプラヤデルカルメンで待機中だそうです。幸いなことに獣医に見てもらった結果は健康そのものでした。問題はどうやってアメリカに連れて行くか。現在、貨物室は暑すぎてロザリータを乗せられないんだとか。サラさんはシカゴまで陸路を行くか、いっそチャーター便を手配するかで悩んでいるそうです。一日も早く手続きが済んで、サラさんのもとに無事に行けるといいですね。日本ではあまり野良犬を見かけなくなりましたが、世界中にはまだまだ野良犬がたくさんいます。その原因の一つは飼育放棄です。ペットを飼ったなら最後まで責任を持って面倒を見てほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。